日本語で喋りましょうの門です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はパトロンのチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。今日は朝ごはんについて話したいと思います。朝ごはんってめちゃめちゃ大事ですよね。大抵の人は1日3食、朝ごはん、昼ごはん、晩ごはん食べますよね。でも仕事に行ったり、学校に行って勉強したりするためのエネルギーが皆さん必要ですよね。で、そのために欠かせないのが朝ごはんだと思います。なので今日は一日を乗り切るために僕がどんな朝ごはんを食べているかについて紹介したいと思います。まず僕が一番おすすめしたい食べ物は納豆キムチです。これはね、多分ね、前に話したエピソードでも紹介したことがあると思うんですけど、納豆とキムチをご飯の上に乗せて食べます。やっぱりね、納豆もキムチもどっちも発酵食品なんでね、発酵食品っていうのは体にいい食べ物が多いですよね。なので僕は普段から意識して発酵食品をたくさん食べるようにしています。食べ方は今言ったようにご飯の上にキムチと納豆を乗せるんですけど、僕がよくやっているのは、キムチをまず納豆の上に乗せて、でそれで醤油とからしを少し入れて、でめちゃめちゃ混ぜます。多分100回ぐらい混ぜます。1000回ぐらい混ぜてるかもしれません。ちょっとそれは話を持ったんですけど、たくさん混ぜて、でネバネバになった状態の納豆とキムチをご飯の上に乗せて食べます。で僕が普段食べてる納豆は普通に安い納豆です。その中でもめちゃめちゃ安い方の納豆だと思います。日本で納豆ってすごい安いんですけど、僕が買う納豆は3パックで50円ぐらいです。なので納豆1パック20円もしないんですね。めちゃめちゃ安いですよね。でその安い代わりにその納豆にはタレとからしがついていません。タレとからしは大抵家にある醤油とからしを使うので全く問題がないです。それがちょっとめんどくさいって人はタレとからしがついている納豆を買うのがおすすめです。でキムチも僕は特にこだわりはないんですけど、スーパーで売ってる安いものを買って食べています。でこの納豆キムチ、発酵食品だから体にいいっていうのはもちろんあるんですけど、納豆って大豆でできていますよね。で大豆っていうのは皆さんも知っているかもしれませんけど、めちゃめちゃタンパク質が豊富ですよね。なのでそれもあって納豆をほとんど毎日食べるようにしています。でめちゃめちゃ安くて、でタンパク質も豊富で発酵食品で体にいいんですけど、一つちょっとめんどくさいなっていう思うことがあって、それは匂いが強いんですよね。発酵食品あるあるだと思うんですけど、大抵発酵させた食べ物は匂いが強くなりますよね。皆さんも納豆を食べたことがある人はわかると思うんですけど、結構臭いですよね。初めて納豆を食べる人はよく濡れた靴下とか、ずっと洗濯かごに入れておいた靴下の匂いがするみたいなことを言う人もいるんですけど、僕はねいい匂いだと思うんですけど、結構ねその匂いが苦手っていう人が多いです。それがキムチもそうですよね。僕はめちゃめちゃ美味しいなっ
って思いますけど、やっぱり匂いは強いので、朝ごはんとして食べるにはちょっとめんどくさいですよね。なので食べた後、必ず歯を磨いたり、それからちょっとミントみたいなね、キャンディーとかを食べるのがいいんじゃないかなと思います。僕は普段はリモートで仕事をしていて、人にあまり合わないので、そういう匂いが強い食べ物を食べても大丈夫なんですけど、よくね、人と会う仕事とか、接客業をしている人はちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。でも美味しくて体にいいので、すごいおすすめです。で、次に僕がよく食べるものは、豆乳のヨーグルトなんですけど、そこにブルーベリーとナッツとココアのパウダーを足します。それを一緒にかき混ぜて食べるんです。で、なんで豆乳のヨーグルトを食べるかというと、皆さんももうわかるかもしれないんですけど、僕は大豆の食べ物が大好きなんですね。豆腐とか納豆とか、味噌とか、そういう大豆製品が好きで、そのヨーグルトもいつも豆乳のヨーグルトを買います。で、紅茶をよく飲むんですけど、紅茶を飲む時も僕はいつも豆乳を入れて紅茶を飲んでいます。そのぐらい大豆製品が好きなので、豆乳のヨーグルトを食べるんですね。で、そこに冷凍のブルーベリーを入れます。暑い時ね、特に冷凍のブルーベリーはアイスクリームみたいな感じがして、めちゃめちゃ美味しいなと思います。で、それだけじゃなくて、ブルーベリーって実はすごい体にいいんですよね。例えば目に良かったり、脳に良かったり、ブルーベリーにはいろんな健康にいいものが入ってるので、皆さん知らなかった人はね、ぜひブルーベリー食べるようにしてみてください。で、それにプラスナッツですね。ナッツもめちゃめちゃ体にいいですよね。髪とか肌にいいって言われてます。で、そこにココアを入れるんですけど、ココアはね、いつも入れるわけじゃないんですけど、美味しいので、時々入れるようにしています。これはあってもなくてもいいかなと思います。で、甘いのが好きな人って結構いますよね。僕は甘いのが苦手なので、あんまりこの豆乳のヨーグルトにも砂糖を入れたりしないんですけど、甘いのが好きな人は今僕が紹介したレシピに砂糖を入れてもいいんじゃないかなと思います。それでもね、時々僕も甘いのが食べたいなって思う時もあるんですよ。そういう時は僕は大抵ちょっとだけメープルシロップを入れたりします。で、次に食べるものはよもぎ餅です。皆さん聞いたことありますかね。餅は聞いたことあるかもしれないですね。で、よもぎ餅はその普通の皆さんが知ってる白いお餅の中によもぎを混ぜたものです。で、よもぎ餅の中には大抵小豆が入っています。よもぎ餅に関しては毎朝食べているわけではないんですけど、朝ごはんを食べた後にまだちょっと小腹が空いてるなと思った時に食べるようにしています。僕がよく食べるよもぎ餅はセブンイレブンで売ってるよもぎ餅なんですけど、こうやってコンビニで手軽に買えるのがいいなと思います。便利だなと思います。で、僕は大抵、洋菓子、例えばドーナツとかケーキとかそういうものに比べて和菓子の方が好きなので、大抵お餅とか大福とか、今日言ったよもぎ餅とか僕は食べるようにしています。で、よく外国人の人から聞くのは小豆が苦手だっていう人が多いんですね。やっぱり僕は日本で育ったので普通だと思うんですけど、外国の国によっては豆を甘くして食べるっていう文化がないところが多いみたいなんですね。
なのでちょっとそういう人は小豆に抵抗があるみたいなんですけど、僕はめちゃめちゃ美味しいなと思うのでしょっちゅう食べてますね。で、さっきもちょっと言ったんですけど、僕は基本的には甘い食べ物が苦手なんですよ。でも小豆なら食べられるんですよ。これなんでか理由はわからないんですけど、小豆だけは食べられます。もしかしたら、小さい時からたくさん小豆を食べて育ったからかもしれないですね。なので僕はお菓子とか甘いものを食べるとしたら、小豆のアイスとか小豆の入ったお餅とかを普段はよく食べます。で、よもぎって実は結構体にいいんですよ。どんな風に体にいいかというと、血の流れを良くして体を温めてくれる働きがあるんですね。なので、冷え性の人とか、生理痛の改善とかに役立つみたいなんです。僕は別にね、冷え性でもないし、生理もないので、男なんでね、生理がないんで、そのために食べてるわけじゃないんですけど、もしね、そういう悩みがある人はね、ぜひよもぎ餅食べてみてください。よもぎがね、助けてくれるかもしれません。で、それからね、よもぎ餅は小豆が入ってるので、結構糖分が高いんですよ。砂糖が結構入ってるんですよ。なので、僕は個人的に運動する前に、エネルギー補充のために食べることが多いです。なので、ランニングするとか、筋トレをする前に、和菓子をちょっと食べて、エネルギー補充して、で、運動するっていうのもよくやります。なのでね、必ずしも朝いつも食べているわけじゃなくて、ちょっと小腹が空いたり、これからちょっとエネルギーが必要だなって思った時に食べることが多いかなと思います。毎日ね、こんな食事をしているわけじゃないんですけど、だいたいこんな感じのものを朝僕は食べるようにしています。で、今日は朝ごはんとしていろいろ食べ物を紹介したんですけど、朝だけじゃなくてね、皆さんもぜひ小腹がちょっと空いたなって思った時に今日紹介したものを食べてみてください。朝ごはんにもいいし、間食にもいいんじゃないかなと思います。はい。ということで今日は朝ごはんについて話してみました。皆さんは朝ごはんに何を食べますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。今日のエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人、そしてこのポッドキャストをサポートしたい人は、ぜひパトレオンをチェックしてみてください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。